Good day! 皆さんこんにちは、かなこです。本日は間もなく休暇が始まるということで、赤ちゃん、子連れの方が安心していけるユニバーサル・スタジオ・ジャパン攻略法をお伝えしていこうと思います。それぞれの項目で時間ごとに分けているので、気になるものをピックアップしながらぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。それでは早速やっていきましょう。まず赤ちゃん連れ、子連れの方が一番気になるかなっていう授乳とおむつ替えのスペースについてお伝えしていきます。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにはファミリーサービスというものがパークの中に3カ所あります。まず1つ目がゲストサービスの横、2つ目がワンダーランド内、そして3つ目サンフランシスコエリアにあります。地図がこちら。まず1つ目のゲストサービス横なんですけど、地球儀を後ろにして入っていくエントランスに向かう方なんですけど、その進行方向の左側にゲストサービスっていう風に書いてあるんです。でそこにスタッフさんがいらっしゃるんですけど、その右側に入り口があるので、そちら入っていただくとおむつ替えスペースがあって、左手には授乳ができるスペースがあります。さらにその奥に行っていただくとミルクを冷ますスペースであったりだとか、ゴミ箱、あとは電子レンジがあって机も常備されているので、そこで授乳もできますし、離乳食を温めて食べてもらうこともできます。おむつ替えの横にも椅子と椅子が準備されているので、そこでも離乳食を食べることができます。そしておむつ替えもできるので、そちらでおむつを替えておむつを捨てることができるのがまず1箇所目です。で2箇所目のワンダーランド内です。ハローキティのリボンコレクションがあるんですけれど、それを背中を向けてまっすぐ進んでいただきます。でお店があって、そのお店をさらに奥に突き進んでいただくと右側にファミリーサービスがあります。そこでもおむつ替えができます。3つ目のサンフランシスコはサンフランシスコエリアとジュラシックパークがあるエリアの方に向かう橋があるんです。橋を渡る手前の奥側、トイレとかある方ですねの奥側にもファミリーサービスがあります。があるんですけど、一番おすすめはゲストサービスのところが私は一番おすすめです。一番小さいのがサンフランシスコエリアの方なんです。おむつ替えシートが2つあって、その奥に授乳するスペースがあるんですけど、すごい狭いのでベビーカー入れちゃうと他の人に迷惑になっちゃうかもぐらい狭いんですよ。でちょっとおむつ替えする異臭がちょっと漂いやすいかなっていう、不潔ではないんですけれども、ちょっと匂いが気になっちゃうんで、授乳を20分とかするってなるとちょっとしんどいかなっていう風に思います。ユニバーサルワンダーランド内の方もとても綺麗なんですけど、そこはおむつ替えするスペースとして有効活用ができるかと思います。そして最後のゲストサービスが私がなぜ一番おすすめかというと、おむつ替えスペースとはまた別でご飯を食べれるスペースがあるので、そこだと気兼ねなく机の上に離乳食を置いてあげることができるし、電子レンジも準備されているのでより使いやすいかなと思います。ワンダーランド内の方にも電子レンジはあったんですが、机がなかったのでソファに座ってあげることになるので、机置いて落ち着いてご飯をあげたいなっていうことであればゲストサービス使われるのが一番いいかなと思います。離乳食ちょっと持っていくの大変なんだよね、忘れちゃったっていう方に朗報なのが、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは7ヶ月以降の方に対しての離乳食が販売されています。販売されている箇所は2箇所のレストラン。まず1つ目がスヌーピーバックロットカフェ、そして2箇所目がスタジオスターズレストラン。この2つが離乳食を売っているレストランです。あとはレストラン関係で言うと、どうしても赤ちゃん連れ子連れの方って長い時間、待ち列に並んでレストラン食べに行くっていうのが難しかったりするじゃないですか。そういう方が使いやすいシステムが2つあります。まず1つ目がレストランの優先サービスというものがあります。それが対応しているのがパークサイドグリル、フィネガンスバー&グリル、そして最後がアズーラディガプリ島のレストランで対応されています。そもそもレストラン優先サービスって何っていう話になってくると思うんですけど、公式ウェブサイト内でいずれかのレストランをチョイスします。で事前受付もしくは当日受付をして予約をします。なのでその予約をすることによってその席を確保することができるので、その時間になるまでにもう効率よくパークを楽しめますよっていうシステムになっています。2つ目がスマホでオーダー。
このスマホでオーダーっていうのが落ち着いてメニューを選ぶことができる嬉しい機能になってるんですね。私たちもスヌーピーバックロットカフェで実際に使いました。店頭の QR コードがあるんです。待ち列前ぐらいに大体あるかなと思うんですけど、その QR コードをスマホで読み取ります。そのスマホで読み取るとスマホでオーダーの専用のサイトに行くことができるんです。でそのサイトからメニューを選びます。2つ支払い方法があって、まず1つ目がそのウェブサイトでお支払いを先に済ませます。それの QR コードをレジで見せて注文が完了する。そして2つ目がレジで QR コードを確認してからお支払いをするという2パターンがあります。注文したメニューを受け取りますっていうのがスマホでオーダーです。でこの注意点っていうのが、各レストランでスマホでオーダーの受付には上限がありますよ。優先サービスとは違う部分っていうのは、席の確保はできないですよ。メニューの注文だけできます。支払いの時に各種割引サービスは適用できません。どんな理由があったとしても、メニューを注文した後にメニューの変更であったり取り消しはできません。そして実施サービスは店頭で確認をしてください。そして最後は時間帯によっては実施していない場合もありますよという注意点は気をつけてください。私たちはスマホでオーダーを使ったんですけど、すごい便利だったんですよ。私とポポくんはベビーカーで席あるかなって探しに行って、席を確保している間に旦那さんのパピーが列に並びながらスマホでオーダーでどれにするっていう風に連絡をくれて、じゃあ私照り焼きにするって言って照り焼きを注文して、でパピー自身は好きなものを注文してメニューを受け取って私たちの席に戻ってきてくれるっていう風にしてくれたので、すっごい楽でした。どうしても赤ちゃん連れ子連れの方って一緒に並んでメニューをどれにしようかなっていう風に決めるのも結構大変じゃないですか。もうメニューしっかりちゃんと見たいのに見れないっていう風にもなってしまいますので、そちらを活用するのもいいかなと思います。もう席をしっかり確保したいっていう方でしたら、レストランの優先サービスを使われると安心感がよりあると思いますし、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンをいろいろとしっかりと楽しみたい、急にレストランも行きたいな、でも並ぶの大変だなって思われた方はスマホでオーダーを選択するのがいいんじゃないかなと思います。続きまして優先ということで、アトラクションについてもお伝えしていこうと思います。それぞれアトラクションでも子連れにとっては嬉しいサービスがたくさんあります。まず一つ目なんですけど、私たちも利用しましたチャイルドスイッチ、本当に助かりますよね。まずチャイルドスイッチが何かと言います、身長制限などでアトラクションに乗れない付き添いの方が交代でアトラクションに乗れるシステムのことをチャイルドスイッチと言います。後から乗る人がもう一度一から並ばずに乗れるっていう、私たち子連れにとっては嬉しいサービスがあるんです。やっぱし USJ のすごいところはアトラクションがとても豊富じゃないですか。で絶叫系が多いので、どうしても小さなお子様が乗れないっていうことが多いですね。結構身長制限が安全バーからすり落ちないようにするために結構厳しいんですよ、ユニバって。なんですけれども、逆に言うとそのアトラクションに特化しているテーマパークということで、アトラクションの乗り場の近くに待合室があるという本当にありがたいことがあります。チャイルドスイッチってどうやって頼んだらいいのっていうところだと思うんですけれども、エントランスにいるクルーにチャイルドスイッチを利用したいですというふうに伝えます。でどういうふうに乗りますかっていうふうに聞かれるんですね。で私たちも電動ワールドのドンキーコングカントリーのトロッコで使ったんですけど、私たちは3人グループだったんです。パピー、私、ポポくんで、ポポくんが赤ちゃんで身長制限で乗れませんということだったので、一人一人で交代で乗りますよっていうふうにお伝えしました。例えば6人の場合、1人が乗れませんというふうになった場合は、3人で分かれて前半後半と分かれて乗りますっていう風に伝えると、そのチャイルドスイッチカードというものがあるので、そこで書いてくださるんですね。先に乗る人がチャイルドスイッチカードを持ってアトラクションに行きます。そして待合室のところで合流をします。そしてその合流した後半の人がチャイルドスイッチカードを持ってアトラクションの乗り場のクルーに渡すことによって1回の待ち時間で交代制で乗れますっていうシステムになっています。
もう子連れ、赤ちゃん連れにとっては乗れないのかっていう風に残念な気持ちになると思うんですけど、それを改善してくれるシステムになるので、もうどんどん使われたらいいんじゃないかなと思います。今が全部っていうのはちょっとわからないんですけれど、大体のところが乗り場の力に待合室があるので、待ち列一緒に並ぶこともできるっていう嬉しさもありますよね。どうしても中に待合室がなかったら外に待っててくださいねって言われたら、私たちみたいな3人グループで1人乗れないって言うと、1人だけすっごい長い待ち時間アトラクションに乗るのに待たなくちゃいけないで、そのもう1人が1人子供をお世話しながらその長い待ち時間を待たなくちゃいけないっていうのがなかなかハードじゃないですか。アトラクション内に待合室があることによって長い時間みんなで楽しく過ごすことができるっていうのも嬉しいポイントですし、一緒に待ち列並ぶの大変だよっていうことであれば、外で待つっていうこともクルーに相談すればできるところもあると思いますので、ぜひ相談してみてください。そしてそれ以外にもユニバーサルワンダーランド内で使える予約乗りというものがあるんですね。この予約乗りっていうのがユニバーサルワンダーランド内の対象アトラクションで使うことができます。まず1つ目がフライングスヌーピー、2つ目エルモのゴーゴースケートボード、3つ目がモッピーのバルーントリップ、そして最後4つ目がエルモのバブルバブルで使うことができます。予約乗りが何かというと、ユニバーサルワンダーランドの指定アトラクション、今お伝えした4つのアトラクションであれば乗車時間を指定することによって乗れるシステムになっています。なので予約時間までは待ち列に並ぶ必要がないということなんですね。小さなお子さんって並ぶのって結構大変だったり、もう飽きたとかトイレ行きたいとかいろんな要望があるじゃないですか。その心配が改善されるシステムになっています。で、予約時間までは列に並ばずにワンダーランド内で楽しむこともできますし、お食事に行くこともできるので、お子さんが機嫌よく楽しく家族みんなが安心して過ごせるシステムになっているので、その4つっていうのがユニバーサルワンダーランド内でも人気のアトラクションになるので、それを有効活用されるのがいいかなと思います。ただこれを使う時に注意点があるのが、予約乗りを使うにはユニバーサル・スタジオ・ジャパンの公式のアプリをダウンロードする必要があります。この公式アプリをダウンロードすることによって使えるものが、アトラクションの整理券、抽選券、エリア入場整理券、抽選券、そして予約乗りの3種類のE整理券を入場後にすぐに取得することができる。まずステップ1として E チケットの中の予約乗りをタップします。ステップ2として希望のアトラクションをタップして整理券を取得する人数分の整理券をゲットします。そしてステップ3は希望の時間を選びます。ステップ4としては選んだアトラクション、人数、時間を確認して E 整理券を取得するというボタンを選択すると予約乗りが完了します。で、予約乗りを取得した後、ホーム画面上にある E 整理券のボタンをタップします。そして E 整理券の中にある今度は取得済みの整理券というところがあるんですね。そこをタップします。予約時間になったらその E 整理券を選択してアトラクションのクルーに QR コードを見せます。画面に記載されている日付、時間、人数、限りが有効になります。で、QR コードの使用は1回限り使うことができますという使い方になります。こちらがアトラクションについてです。次にエレベーターについてもお伝えします。今人気の任天堂ワールド、皆さんも行かれたいですよね。任天堂ワールドへ入りました。左手右手に2つエレベーターがあります。まず1つ目、左手側、キノピオカフェを通り過ぎましてクッパ城が見えるんです。そのクッパ城の下にエレベーターがあります。そして2つ目は右手側、この右手側はピーチ姫が撮影してるところがあるんですけれども、その撮影してる付近にあるんですね。その2種類があるんですけれども、私たちが使いやすいなと思ったら右手側、土管通り抜けて任天堂ワールド見えるじゃないですか。そのまま右側に行くとエレベーターがあるので、そこだとあんまり人にぶつからないんですよね。今後エリアに行くのであれば、その右手側のエレベーターを使う方が近いです。マリオカートの方に行きたいなということであれば、左手側に進まれるのがおすすめです。あと
とは皆さん気になるのがキッズベビーグッズっていうのはやっぱし買ってあげたいですよね。でそれがどこにあるのかと言いますと、ユニバーサル・スタジオ・ストア、セサミストリート・キッズ・ストア、スヌーピー・スタジオ・ストア、It's So Fluffyなどで売っているそうです。私たちはスヌーピースタジオストアに行ったんですけど、赤ちゃんのグッズっていうよりかはどっちかというとキッズ系が100センチ以上の方の向けが多いかなっていうふうに思いました。ユニバーサル・スタジオ・ストアの方に行くとスタイだったり、あとは抱っこ紐とかで赤ちゃんって噛んだりよだれついたりするじゃないですか。それをカバーするベルトであったりだとか靴下とかが売ってたので、エントランス付近行かれた方がベビーグッズがスタイとかも多かったかなというふうに思います。キャラクターとしてはマリオであったり、あとはミニオン、スヌーピーなども可愛いキャラクターがたくさんあったので、ぜひチェックしてみてください。あとはおむつなくなっちゃったら心配じゃないですか。紙おむつ今のところ販売しているところなんですけど、もしかするとなかったり、あとは変更している可能性があるので、今の時点でいうふうに思っていただきたいんですけれども、まずエリアごとにお伝えします。ジュラシックパークのエリアではジュラシックアウトフィッターズ、そしてミニオンのエリアではファンストア、ミニオンズポップショップ、スイートカレンダー、これがミニオンのエリアですね。ワンダーランド内でスヌーピースタジオストア、セサミストリートキッズストア、ハリーポッターのエリア、フィルチの没収品、そしてそれ以外のエリアですね。ユニバーサル・スタジオ・ストア、デオドライブ・スーベニア、そしてマリオのエリアですね。マリオ・モーターズ、ワンナップ・ファクトリーですね。もしなくなっちゃったと思っても、それぞれのエリアに紙おむつがあるので、どこに売ってますかっていう風に聞いていただければすぐ手に入れることができるかなと思います。そしておむつもそうなんですけれども、ベビーカーが急に必要になったりするじゃないですか。ベビーカーもユニバーサル・スタジオ内で借りることができます。借りれる場所なんですけど、エントランス入っていただいて右側のカウンターで借りることができます。金額としては1台1人乗りでリクライニング付きのもので1100円税込み込みで、こちらの注意点としては生後1ヶ月から48ヶ月までのお子様が対象です。そして台数には限りがあります。で、取扱い内容とか金額が突然変わってしまうこともあるので、あらかじめご了承くださいということだそうです。このレンタルしたベビーカーっていうのはパーク内だけで使うものができるので、使い終わったら返却してくださいねということになっています。そしてお子さん突然消えたりしますよね。消えてしまった時どうしようっていう風に思ってしまうと思うんですが、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにも迷子センターがあります。場所なんですけれども、ゲストサービス横にあるので、エンドライン迷子センターで何してくれるかと言いますと、迷子の保護、小学生までは問い合わせができます。もしお子さんいなくなっちゃったっていうことであれば、迷子センターに行ってみてください。ここまでがユニバーサル・スタジオ・ジャパンのサービスをお伝えしました。で、ここからは私たちが行って持っていてよかったなと思うものを紹介します。まず一つ目はチェアベルトです。私が使っているのはファミリアのチェアベルトなんですけど、こういうチェアベルトがあると、もし椅子が大きかったとしてもそこから滑り落ちる心配がない。自分で調整することができるので、その安心感と、このチェアベルトがいいところは椅子だけじゃなくて、私たち大人につけて膝の上で使うことができます。例えばなんですけど、レストランに行ってベビーチェア、キッズチェアが1個もないっていう場合でも、自分たちの膝の上で食べさせることができるので、すごい私たちにとっては便利でした。そして2つ目がヒップシートです。しっかりと固定されるので、いちいちつけたり外したりってするのが大変じゃないですか。例えばアトラクションでチャイルドスイッチ使いましたよっていう時に、ずっと抱っこ紐だったりすると、交代する時にどうしても時間がかかってしまう。アトラクションとかの待ち列で長い時間の時はやっぱし抱っこ紐の方がいいと思うんです。ちゃんの抱っこを交代する時でもスムーズにできるので、とてもおすすめだと思います。アトラクション乗る時にしっかりと一人で座らせるってなった時に時間を取ってしまうっていうので、他の方の迷惑になってしまう可能性もあるんです。なんでその時にヒップシートだと、もう肩に支えてお尻と背中支えてるだけのものになるんで、そこからスルッと抜け出すことができる。楽して抱っこして乗せることもできるので、私たちにとってはとてもおすすめです。
あとはおすすめの USJ の回り方なんですけれども、まずエントランス入場して混んでる人であれば、まず最初に任天堂ワールドの整理券を取りましょう。入場整理券を取ることによってその日のスケジュールっていうのがとても立てやすくなるんですね。でその入場整理券を取って、その後にレストランを座席完全に確保したいなっていうことであれば、先にレストランの優先を取られるのがいいかなと思います。でお子さんがいらっしゃる方であれば、もう肩に混んでる時間であればユニバーサルワンダーランド内に行った方がアトラクションの待ち時間ができるだけ短くいろんなアトラクションを楽しめますし、先にご飯早めに取っちゃえということであれば、ワンダーランド内のスヌーピーバックロットカフェで自分たちのご飯も取りながら離乳食を購入して、赤ちゃんやお子さんにご飯を食べさせてお昼寝させるっていうのも手だと思います。でも完全にアトラクションガチ勢だよっていうことであれば、めちゃくちゃ混んでいるアトラクションに関してはエクスプレスパス買っちゃうか、もしくはもう先に並びに行っちゃうっていうのも手かなというふうに思います。ただ皆さん考えてること一緒なので、先に人気なところ行くというよりかは、もうご飯時12時台であったり6時台っていう時にちょっとアトラクションの待ち時間落ち着くので、その時に行くっていう方が私はおすすめかなと思います。もう早く起きるのは得意だよ、もう一番初めにエントランス通るんだよっていうことは、そのまま人気アトラクションに行こうってすればいいと思うんですけど、子連れはなかなか難しいので、ご飯時を狙うのがいいかなっていうふうに思います。私たちはもう絶対にドンキーコング乗るって決めていたので、ドンキーコングの方にまず行きました。なかなか子連れだともう全部回るっていうことは難しいので、もうこのアトラクションを絶対乗りたいということであれば、そのアトラクションを一番初めに乗るっていうのもいいんじゃないかなというふうに思います。私たちはもう絶対にドンキーコング乗るって決めていたので、ドンキーコングの方にまず行きました。もう普通の待ち時間で、お正月っていうのもあったんですけど190分待ちだったんですよ。であちゃーってなって、ちょっとこれは厳しいなとなったので、シングルライダーで120分待ちだったんですで、120分ならなんとか待てるかなと思ったので、シングルライダーの方でチャイルドスイッチできますかっていう風に聞いたら、私たちが行った時はシングルライダーでもチャイルドスイッチできますよという風に言っていただいたので、シングルライダーでチャイルドスイッチで乗りました。でその時は結構運が良かったので1時間待ちぐらいで乗れたんですよね。結構ラッキーと思いながらで、シングルライダーのいいところができたかなというふうに思います。その乗りたいなっていうのを乗って、あとはもうワンダーランド内比較的に他のアトラクションよりが空いてるかなっていうふうにも思いましたし、あとはショー系ですね、シングであったりお猿のジョージとかも見に行くのがいいんじゃないかなと思います。どうしてもお子さん赤ちゃん連れっていうのはユニバ内でいろいろ乗るのは難しいかなとは思うんですけれども、逆にショーであったりだとかグリーティングっていう風に新しい楽しみ方もできるので、ちょっと子連れでユニバはって思ってらっしゃる方は今までと違った楽しみ方をされるのもいいんじゃないかなという風に思います。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンを子連れ赤ちゃん連れでも安心して大満喫できるおすすめのポイントをお伝えしていきました。赤ちゃん連れ子連れでテーマパーク行くのには勇気があるなという方の背中を押せる動画になっていれば嬉しいです。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンどういう風に楽しんだかなっていう風に気になってらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思います。その方はぜひ前回お届けした Vlog でそちらの様子もお届けしていますので、ぜひそちらも確認してみてください。この動画が参考になったよ、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンも挑戦してみようと思ってくださった方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。年内目標1000人目指しているので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画も楽しみにお待ちいただけると嬉しいです。See you soon! バイバーイ!